1、ここはどこ？ここはどこだ？リックは横を見た。リックはここを見たことがなかった。鼻で匂いを嗅いだ。リックはここに来たことがなかったので、少し怖くなった。リックは4本の足で、ゆっくりと前に歩き始めた。ここは変な場所だった。家もない。車もない。たくさんの人が歩いていた。みんな、どこに行くんだろう。リックはわからなかったので、その人たちの後ろを歩いていた。ここはどこだろう。僕は、どうやって、この場所に来たんだろう。リックは、たくさん考えた。しかし、頭が痛くなって、何が起きているのか、わからなくなった。リックは、少しだけ覚えていた。新一とボールで遊んでいた。新一がボールを投げて、僕がそれを口でキャッチして。それから、僕は、お腹が空いていた。新一が牛肉を持っていたので、それを見ていた。新一は僕に牛肉をくれた。それから、僕と新一は、川で泳いでいた。泳いでいた？それから、リックは、頭が、とても痛くなった。それからどうした？リックは、もう何も思い出せなかった。リックは、もう一度、自分がいる場所を、いろいろ見た。しかし、そこに、新一はいなかった。新一は、どこに行ったんだろう。一緒に泳いでいた新一は、どこに行ったんだろう。リックは、早く新一のところに行かなくちゃ。と、思った。リックは、少し心配になって、走った。前へ走った。リックは、鼻で匂いを嗅いだ。しかし、新一はいなかった。そこにいた人たちはみんな、早く走っているリックを見て、変な犬だな、と思っていた。リックは、どうしてみんなが自分を見ているのか、わからなかった。女の人が、リックの前に立っていた。リックは、その女の人を見た。彼女は、元気がない顔をしていた。彼女の顔は、とても白かった。リックは、彼女が着ている服を見たことがあった。リックは、どこで見たのだろう、と考えた。学校？病院？そうだ、病院だ。新一が病院にいたとき、この服を着ていた。女の人は、リックの頭に手を置いて、リックに、かわいいワンちゃん。あなたもここに来たのね。名前は何？と聞いた。リックは、僕の名前はリック。教えて、ここはどこ？と聞いた。女の人はリックが言ったことがわからなかった。リックは、ワンワンと言っただけだった。2、湯婆さんのスープ。女の人は、リックが言ったことがわからなかった。彼女はリックに、どうやって、ここに来たの？あなたも病気？と、聞いた。リックは、ここはどこ？僕は家に帰りたいんだ。と、言った。彼女は、リックが言ったことがわからなかった。リックは、尻尾を振っていた。彼女は、リックの頭に手を置いて、私に話があるんでしょう。私も前に、犬と一緒に住んでいたのよ。とても可愛かった。でも、もう会うことができないの。来世で、私の犬に、また会えると思う？と、聞いた。リックは、彼女の目を見て、
彼女は今、悲しいんだ。と、知った。リックは前に出て、彼女の手に自分の頭を置いた。彼女は、私の話がわかるのね。いい子ね。と、言った。彼女はリックに、あなたは、過去のことを忘れたい？新しい生活を始めたい？と、聞いた。そして、あなたは今、三途橋の上にいて、もうすぐ、湯ばあさんのスープを飲むのよ。湯ばあさんのスープを飲むと、全部忘れるの。前世の悲しかったことや、痛かったことを、全部忘れるの。と、言った。リックは暗い目で彼女を見て、彼女の話の意味を考えた。三途橋？湯ばあさんのスープ？前世？湯ばあさんのスープを飲むと、どうして前世のことを忘れるんだろう。彼女はリックに、あなたはもう帰ることができないの。誰も帰ることができないの。あなたも帰ることができないのよ。私と一緒に前を見て歩いて、湯ばあさんのスープを飲みましょうね。いいわね。と、言った。リックは、長い時間、走ったので、喉が渇いて、疲れていた。彼は本当に、水が飲みたかった。しかし、まだ新一を見つけていない。リックはこれからどうしたらいいか、わからなかった。リックは前を見て、そして、後ろを見た。彼女はリックに、私を信じて。もう帰ることができないの。あなたは、まだしたいことがあるの？湯ばあさんに、話しましょうね。前を見て歩きましょう。と、言った。リックは、本当に？湯ばあさんは新一を探すことができる？それはとてもいいことだ。湯ばあさんのスープを飲んで、湯ばあさんにお願いするんだ。と、考えた。リックは、ワンワン。と、言って、女の人と一緒に歩いた。三途橋。リックは、女の人と一緒に歩いていた。そして、湯ばあさんの近くに行った。そこには、おばあさんがいた。そのおばあさんの髪は白くて、長い服を着ていた。白い髪のおばあさんは、ノートに何かを書いていた。そして、スープが入っているお皿を、人に渡していた。あの人だ。あのおばあさんが、湯ばあさんだ。リックは走った。リックを見て、湯ばあさんは、あなたの名前は？と、聞いた。リックは、僕の名前はリック。と、言った。湯ばあさんはノートを見て、リック、リック。ああ、あった。ここにあった。と、言った。リックは、僕の言っていることがわかる？と、聞いた。リックは、自分の言っていることがわかる人はいないと思っていた。わかる人がいて、嬉しかった。湯ばあさんはリックに、私はわかるんだよ。ここに来る人間や動物は、みんな私と話をする。と、言った。リックは、ここはどこ？と、聞いた。湯ばあさんは、リックを見て、ここは、三途の川だよ。この橋は、三途橋だよ。この橋の向こうに行くと、新しい生活が始まるんだよ。と、言った。新しい生活？僕は、新しい生活が欲しくない。僕は家に帰りたい。新一を見つけたいんだ。と、言った。リックはとても心配していた。湯ばあさんは、リックの前に、スープのお皿を置いて、
このスープを飲むと、全部忘れることができるよ。と、言った。リックは、湯ばあさんが置いたスープのお皿を見た。喉がとても渇いていた。しかし、彼はそれを飲まなかった。リックは、すみません。どうして僕はここにいるのか、わからないんだ。家に帰りたい。スープを飲みたくない。新一を忘れたくない。家に帰りたい。と言った。湯ばあさんはリックの目を見て、リック、みんなを見て。みんな前を見て歩いているでしょ。誰も帰ることができないんだよ。ここは、三途橋だよ。君は死んだんだ。リック、だから君の名前が私のノートにあるんだよ。と言った。死んだ。死んだ？僕が死んだ？リックはとても怖くなった。4. どうして僕は死んだ？リックは湯ばあさんの話を信じたくなかった。湯ばあさんは僕が死んだと言った？僕が死んだから湯ばあさんのノートに僕の名前がある？本当に？僕は信じたくない。リックはたくさん考えて、湯ばあさんに、僕は本当に死んだの？と聞いた。湯ばあさんはリックの頭に手を置いて、リック、死んだ人と動物だけが、この三途橋に来ることができるんだよ。ここに、あなたの前世があって、橋の向こうに、あなたの来世がある。このスープを飲むと、過去のことは全部忘れる。歩いて三途橋の向こうに行くと、新しい生活が始まるんだよ。わかった？と言った。僕が死んだ？どうして死んだんだろう。新一は？新一はどこ？彼も。死んだの？何が起きたのか、たくさん考えた。リックの頭はとても痛くなった。あ、思い出した。僕と新一は一緒に川に行ったんだ。僕と新一ともう一人いた。新一の彼女の京子だ。新一と京子は川で泳いでいた。リックはそれを見ていた。その時、女の人の大きな声がした。京子だ。リックは京子を探した。京子の頭がだんだん川の中に。そして手もだんだん川の中に。なんだ？何が起きたんだ？リックはすぐに川に入った。京子のいるところまで泳いだ。リックは心配だった。しかし、すぐに水の中にいる京子を見つけた。リックは京子の髪を口で持って頑張って泳いだ。これはとても難しかった。口で髪を持つことができない。どうしたらいいだろう。リックは考えた。あ、服を持つんだ。口で服を持つことができる。でも、口で服を持つと、水の中で泳ぐことが難しかった。リックはもう一度、泳いだ。リックは、口で京子の服を持って泳いだ。リックは、水をたくさん飲んだ。しかし、リックは休まなかった。リックは頑張って泳いだ。僕はできる。僕はできる。リックは自分に言った。もうすぐだ。5、新一を探したい。リックは、京子の服を口で持って、頑張って泳いだ。それは、とても難しかった。しかし、リックと京子は、川から出ることができた。
たくさんの人がリックと京子のところに来た。川の中に入って新一を探す人もいた。リックはとても疲れていて、立つことができなかった。しかし、リックは、もう一度、川に入らなくちゃ。新一が待っている。早く行かなくちゃ。と、思った。新一はどこだ？リックは、心配して、川を見た。しかし、新一を見つけることができなかった。リックはとても疲れていた。でも、頑張って、立った。リックは、もう一度、川に入って、泳いだ。頑張って泳いだ。リックの目の前が、だんだん暗くなった。そして、体が、だんだん軽くなった。そして、リックは、今の場所に来たのだ。リックは思い出した。全部思い出した。リックはとても心配だった。新一に何が起きたんだろう。リックはまだわからなかった。新一は今大丈夫なのだろうか。新一も死んだのだろうか。湯ばあさんはリックの頭に手を置いて、リック、私の話を聞いていた？と言った。リックは、湯ばあさん、僕は、あなたのスープは飲まない。僕は、過去のことを忘れたくない。僕は、新一を探したいんだ。早く、探さなくちゃ。と、大きな声で言った。湯ばあさんは、リック、よく聞いて。新一は、あなたのことがわからないよ。と、言った。どうして新一は僕のことがわからないの？リックの声は、とても悲しかった。湯ばあさんは、来世のあなたは、今のあなたと同じではない。今、あなたは大きい犬だけど、来世のあなたは、大きいか、小さいか、私もわからない。新しく生まれて、ゆっくり大きくなるんだよ。わかった？と、言った。新しく生まれる？僕は、どこで生まれるの？新一の家で？リックの声は、だんだん小さくなった。湯ばあさんは、それはわからない。どこで生まれるか、誰もわからない。と、言った。リックは、湯ばあさんの話を聞いて、とても悲しくなって、泣きたくなった。6、前世の写真。リックは何が起きたのか知りたかった。新一は大丈夫だったんだろうか。新一は死んだ？死んでいない？リックはあることを考えた。そして、湯ばあさん、新一も死んだとき、ここに来る？僕はここで新一に会うことができる？と、聞いた。リックは、ここで新一を待ちたい？でも、新一は今、どこにいるかわからないんだよ。新一がもう来世に行っていたらどうする？スープを飲んでいたらどうする？湯ばあさんは、それがわかるでしょう。ノートを見て、僕に教えてよ。ノートに新一の名前がある？僕に教えてよ。と、リックは、湯ばあさんの目を見て言った。リック、私はそれを教えることができない。全部の人、全部の動物は、みんな生まれてから大きくなって、病気になって、死ぬんだよ。私は、他の人や他の動物のことを、話すことができないんだよ。これは、私の仕事だからね。湯ばあさん、スープを飲まないと、僕はどうなるの？リック、あなたはスープを飲まなくてはいけないよ。飲まないと、過去を忘れることができない。
新しい生活が始まってからも過去のことを覚えているんだよ。しかし、全部の人、全部の動物は、みんな、このスープを飲まなくてはいけない。リック、あなたも飲まなくてはいけないんだよ。湯ばあさんは、リックの目を見ていた。リックは、何も言わなかった。何かを考えていた。湯ばあさんは、リック、ここに、あなたの前世の写真があるよ。これを見て、過去に、さようならを言いましょう。と、言った。湯ばあさんは、たくさんの写真を持っていた。リックは、湯ばあさんの隣に行って、写真を一枚、一枚、と、見た。一枚目の写真を見た。リックの写真だった。他に誰もいない。家もない。箱の中に住んでいた。二枚目の写真を見た。箱の隣に牛肉を置いて、リックと一緒に座っている人がいた。その人は、新一だった。三枚目の写真を見た。そこは、道だった。たくさんの車が新一の前にあった。新一は道で横になっていて、足の下は赤くなっていた。新一は車からリックを守ったのだ。四枚目の写真を見た。新一はリックと一緒に家に帰った。リックは家ができた。五枚目、六枚目、七枚目。全部の写真の中に新一がいた。リックの生活は新一の生活と一緒だった。写真を見ているとリックは泣きたくなった。リックは本当に家に帰りたかった。リックは新一のことが心配だった。7、走ってはいけない。リックは写真を見ていた。リックは本当に家に帰りたくて、新一のことをとても心配していた。湯ばあさんはスープが入っているお皿をリックの前に置いた。そして、リック、来世にも、あなたが大好きで、あなたと一緒に遊ぶ、いい主人がいるよ。過去に、さようならをして、スープを飲みましょう。と、言った。リックは何も言わなかった。彼は、湯ばあさんを見て、スープが入っているお皿を見て、そして、橋の向こうを見た。リックは何も言わないで、走った。湯ばあさんの横を、たくさんの人の横を、走った。来世に行かなくてはいけないことは、わかった。しかし、スープを飲んで、新一を忘れたくなかった。来世に行って、新一を探したいと思った。新一はまだ元気で、家もあるだろう。新一と、また遊びたい。京子も一緒にいて、元気で、一緒に遊びたい。リックは、新一のところに行かなくてはいけない。新一を探さなくてはいけない。と思った。リックはとても早く走った。湯ばあさんは、リック、走らないで、と言った。しかし、リックは走って、頑張って走った。湯ばあさんは、リック、走ってはいけない。門を閉めて、橋の向こうの門を閉めるんだ。と言った。男の人が門を閉めている。リックは、その男の人が門を閉める前に、頑張って飛んだ。目の前が白くなって、何も見ることができなくなった。しばらくすると、たくさんの犬の声がした。リックの目の前に、たくさんの犬がいた。みんな小さい犬だった。みんな、とても小さくて、とても可愛かった。
小さい目、小さい鼻、短い足、全部が可愛かった。リックは小さい犬の頭に手を置きたかった。しかし、できなかった。リックの足は短くなっていて、体は小さくなっていた。リックは自分の尻尾を探した。僕の尻尾はどこ？尻尾がない？これは何かが変だ。そうだ、湯ばあさんは新しい生活が始まると言っていた。だから僕は小さくなった？足が短くなった？目の前の小さい犬たちと僕は同じ？新しい生活でリックは小さい犬になった。8、早く大きくなりたい。リックはゆっくり大きくなった。ここにはたくさんの猫や犬がいて、新しい友達ができた。毎日男の子や女の子が来た。リックはいつもその男の子や女の子と一緒に遊んでいた。しかし、リックは幸せではなかった。リックは毎日たくさん食べた。早く大きくなって新一を探しに行きたいと思った。しかし、今のリックの足はとても短くて体も小さかったので、リックはとても心配だった。ある日、リックはボールを見つけた。リックはそのボールを口で持った。リックは新一とボールで遊んだことを思い出した。新一がボールを投げると、リックは遠くまで走った。リックは高く飛んで、ボールを口でキャッチした。そして、走って新一のところに行って、ボールを新一に渡した。リックは毎日幸せだった。新一が家に帰ると、リックはとても嬉しかった。リックは新一に会いたくなって、新一を探しに行きたいと思った。しかし、門の前まで行くと、そこに女の子が立っていた。彼女はリックを小さい箱の中に置いた。リックは悲しくなった。そして少し怖かった。どうしたらいいかわからなかった。1年、2年。リックは少し大きくなった。ある日、たくさんの人が来た。その人たちは目の前にいる犬や猫を何回も何回も見ていた。リックは知っていた。その人たちは好きな犬や猫を見つけると一緒に家に帰るのだ。リックは他の人と一緒に家に帰りたくなかった。新しい主人が欲しくなかった。だから、その人たちが来たとき、リックはいつも遠くに行った。しかし、今日は牛肉を持っている子供が来た。リックは牛肉が大好きだ。リックはまた新一を思い出した。新一はいつも牛肉をくれた。リックが新一の手の上に足を置いて、ありがとう。と言うと、新一は笑って牛肉をくれた。リックは本当に新一が好きだった。この日、子供が牛肉をくれたとき、リックは子供の手の上に自分の足を置いて、ありがとう。と言った。子供は笑った。その子供はリックが大好きになった。9、家に帰る。リックに牛肉をくれた子供は、リックが大好きになり、家に一緒に帰りたい。と言った。その子供のお父さんとお母さんも来ていた。それを見て、リックは怖くなった。リックは他の人と一緒に家に帰りたくなかった。
新しい主人が欲しくなかった。リックは走った。走って、走って、走った。そして、小さい門の上を飛んだ。今日は飛ぶことができた。リックは、遠くに遠くに走っていった。リックは、少し怖くなった。ここは、新一の家から近い？遠い？お腹が空いたとき、どうしたらいい？喉が渇いたとき、どうしたらいい？リックは考えた。リックは道を走っていた。リックの前から車が来た。とても速かった。リックは前にも同じことがあったと思い出した。その時は新一が車の前に立ってリックを守った。たくさんの車があって新一が道で横になっていた。新一の足の下は赤くなっていた。その時、リックはとても怖かった。その時からリックは僕が新一を守る。新一の家族も守る。僕が守る。と考えていた。そのことを考えると、リックは怖くなくなった。ゆっくり歩き始めて、家までの道を探した。リックはお腹が空いたとき、道にあるものを食べた。喉が渇いたとき、道にある雨の水を飲んだ。疲れたとき、箱の中で寝た。今、リックの体は全部黒くなった。リックはいろいろなところの匂いを嗅いだ。知っている匂いもあった。しかし、しばらく歩くと、また同じ場所に帰る。怖いとき、悲しいとき、リックは新一が待っている。と考えて頑張った。新一の声がした。リック、早く来て。俺はここにいるよ。リック、いい子だね。ここに来て。一緒に遊ぶよ。リック、あなたと一緒で幸せだよ。でも、ここに、新一はいなかった。リックの頭の中にいる、新一だった。10、新一が死んだ？今は、何月何日なのか、リックはわからなかった。たくさん探して、公園を見つけた。この公園。リックは、この公園を知っていた。何年も前、リックと新一は、一緒にこの公園で遊んだことがある。そうだ、ここだ。この公園は、新一の家から近い。リックは、ここから家までの道を知っている。リックは少し泣きたくなった。もう走ることができないので、ゆっくり歩いて家に帰った。リックは家の前に立って、鼻で家の匂いを嗅いだ。そこで立って待っていると、家の前に人が来た。それを見て、リックは尻尾を振りたかった。リックはゆっくり尻尾を振った。リックはその人たちを見て、あれ？何か変だ。と思った。家の前にいる人たちの中に新一がいないのだ。リックは誰も見たことがなかった。ここはもう新一の家ではない。新一は今、ここにいない？リックは本当に悲しかった。どうしたらいいかわからなかった。リックの家はもうない。リックは湯ばあさんの話を思い出した。新一は死んだ？新一は湯ばあさんのスープを飲んで新しい生活を始めた？新一は新しい生活を始めてゆっくり大きくなるだろう。新一と一緒に新しい犬がいるだろう。でも、それは
僕じゃない。リックは歩いていた。とても疲れていた。本当に疲れていた。休みたかった。寝たかった。もう歩くことができなかった。リックは道で寝た。ここがどこか、もうわからなかった。また三途橋に行くのだろうか。また湯ばあさんに会うのだろうか。リックは考えていた。しばらくすると、知らない人がリックの頭に手を置いた。それは小さな手だった。リックは鼻で匂いを嗅いだ。リックは、この人は誰？僕はこの匂いを知っている。誰？と考えた。リックは顔を上にして誰が頭に手を置いたのか見た。それは子供だった。しかし、リックはその子供を知らなかった。その子供のお母さんが来た。そのお母さんの顔を何回も見た。そして、匂いを嗅いだ。京子だ。リックは立ちたかった。しかし、立つことができなかった。彼は道で横になって頑張って尻尾を振った。11、本当に会いたかったよ。リックは目の前の子供と京子を見てとても嬉しかった。リックは京子、僕だよ、僕だよ、リックだよ、と尻尾を振って大きな声で言った。京子はリックが何を言っているかわからなかった。彼女は黒くて小さい犬が尻尾を振っているのだけを見ていた。リックは、京子、僕はあなたに会いたかったよ。新一にも会いたかったよ。本当に会いたかったよ。と、また大きな声で言った。京子は目の前の小さい犬の頭に手を置いた。小さい犬の声はだんだん小さくなった。京子は疲れてお腹が空いているのだろう。と思った。リックは京子。新一は？新一はどこ？どこにいるの？新一は元気？と何回も聞いていた。京子は目の前の犬を見たことがなかった。しかし、京子は、この犬は自分に何かを話しているんだ。と、わかった。彼女は少し考えて、一緒に家に帰った。今、京子の家に犬はいない。前の大きい犬が死んでから、今まで新しい犬はいなかった。京子は、新一は、この小さい犬が好きになるといいな。と思った。リックは京子の家で寝た。しばらくして起きると、そこに男の人がいた。その男の人は写真を見ていた。彼は写真を見ていたので、顔を下にしていた。だから、リックは彼の顔を見ることができなかった。リックは男の人の近くに行って、匂いを嗅いだ。たくさん匂いを嗅いだ。その男の人は新一なのか知りたかった。リックは、新一？本当に新一？と何回も匂いを嗅いだ。その時、男の人がリックを見た。リックも男の人の顔を見た。新一だ。新一だ。本当に新一だ。ここにいた。新一を見つけた。リックは新一の足の上で大きな声でワンワンと言った。そして尻尾を大きく振った。話したいことがたくさんあった。でも今は何から話したらいいかわからなかったので
大きな声で、ワンワンと言うだけだった。新一は、その犬を見て、笑った。そして、いい子だね。私を知っているのと言った。12、あなたは、前世も今も、僕の主人。リックは、黒い目で新一を見て、新一の手の上に頭を置いた。新一は、この小さい犬がとても好きになった。そして、君の目は、リックと同じだね。リックは、前にこの家にいた犬で、私の大好きな犬の名前だよ。と言った。リックは黒い目で新一を見て、ワンワンと言った。新一は、リックに会いたい。本当に悲しい。この写真を見て。この大きい茶色の犬が、リックだよ。リックが死んでから、今まで、この家に新しい犬はいなかったんだ。悲しくなると思ったから。でも、小さいあなたは、ここに来たんだね。ありがとう。今日から私と京子と一緒に住むと言った。リックは、新一を見て、ワンワンと言って、尻尾を大きく振った。新一は箱を持って、リックに、これは好き？これは好き？牛肉を食べる？このボールは、リックのものだったんだよ。と言った。リックはボールを見ると、遠くに走っていった。新一は少し考えてから、ボールを投げた。リックは高く飛んで、新一が投げたボールを口でキャッチした。そして、走って新一のところに行って、ボールを新一に渡した。新一は目を大きくして、その犬とボールを見ていた。しばらくすると、その犬が、新一の手の上に足を置いて、ワンワンと言った。そして、新一が持っている牛肉を見ていた。これも、リックと同じだった。これは、リックなのか？新一は、あなたは、リック？と言った。しかし、新一は、自分が言っていることを信じることができなかった。リックは、新一の足の上で、ワンワンと何回も言った。尻尾を振って、新一の足、顔、頭に手を置いた。新一は、リック。本当にリックなのか？と、泣いていた。リックは、僕だよ。リックだよ。新一。会いたかった。前世も今も、僕の主人は新一だけだよ。僕は新一を守って、京子も守るよ。あなたの家族も守るよ。私たちは、これからも一緒だね。と、言った。13、エピローグ。仏教には、輪廻転生という考え方がある。多くの日本人はこれを信じている。では、輪廻転生とは何だろうか。それは、最初から最後まで言って、もう一度始めることだ。時計と同じだ。いつも回っている。これが、輪廻転生だ。一年には春、夏、秋、冬の四季がある。一年が終わると、新しい年が始まる。そして、また新しい春、夏、秋、冬が始まる。一日には、昼と夜がある。一日が終わり、新しい一日が始まる。そして、新しい一日の昼と夜がある。人は、生まれて、大きくなって、
病気になって死ぬ。一つの生活が終わり、新しい生活が始まる。前の生活が前世で、新しい生活が来世だ。前世と来世を使った会話を紹介する。一つ目は前世だ。あなたは2、3日前に新しい友達に会った。しかし、あなたはその人を知っていると思った。ジョークで、私たちは前世でも友達だったんだろう。ということができる。二つ目は来世だ。ある映画で悪い人が死ぬときに、俺は今悪いことをたくさんした。悪い人だ。でも来世ではいい人になる。という。前世や来世の話が面白いと思った人は、おすすめの映画やドラマ、本がある。映画は、君の名は。ドラマは、ブラッシュアップライフ。本は、100万回生きた猫がいいと思う。